臭い、ドブネズミが迷い込んだのかしら。あなたの庭はどこ？透明な庭。鼻をつまみながら、金髪のデザイナーが笑った。周囲から失笑が漏れる。この物語は、世界最高峰のガーデニングコンクール会場で始まる。しかし、すべてを理解するには、時を6時間ほど遡らなければならない。その日の早朝、会場近くの郊外で記録的な豪雨が発生していた。養護老人ホーム木漏れ日の裏手を流れる川が、濁流となって堤防を削り始めていた。亀裂が走る。水が溢れ出す。職員たちがパニックに陥る中、一台のトラックが現場に滑り込んできた。荷台には、数千万円の価値がある美しい名石と、樹齢100年を超える五葉松が積まれていた。運転席から飛び降りたのは、泥だらけの作業着を着た若い男だった。宗太、24歳。老舗造園森影園の若親方。彼は、弟子たちに怒鳴った。石を下ろせ。庭を作るぞ。川の中に、弟子たちが凍りつく。親方、これは世界大会に出す。いいから下ろせ。命の方が大事だ。クレーンがうなりを上げる。美しい龍神石が、濁流の裂け目へと投げ込まれていった。そして数時間後、宗太は全身泥まみれのまま、世界ガーデニングエキスポの会場へと到着した。彼の展示ブースは、何も置かれていない更地だった。それは、コンクールの前々日のことだった。森影園の作業場に、朝日が差し込んでいた。宗太は、一つの石の前で膝をついていた。龍神石、祖父が30年かけて探し出した、奇跡の名石だった。灰色の表面には、幾千年もの風雨が刻んだシワが走っている。宗太は、石の周りを何度も歩いた。しゃがみ、目線を下げ、光の当たり方を確かめる。この面が正面か。石には、顔がある。どの角度から見れば最も美しいか。どの向きで置けば、石が生きるか。祖父に叩き込まれた教えだった。宗太は、石に手を当てた。冷たい。しかし、どこか温かい。じいちゃんが、お前を見つけてくれた。俺が、お前を世界に見せる。そっと囁いた。作業場の奥には、樹齢120年の五葉松が横たわっていた。幹は太く、枝は優雅な曲線を描いている。宗太の祖父が、少年時代から育ててきた木だった。親方、配置はこれでいいですか？弟子の一人が、白川砂を敷き詰めた試作スペースを指さした。宗太はうなずき、立ち上がった。龍神石を中心に、小ぶりな石を3つ配置する。五葉松は、石組みの背後に据える。白川砂は、波紋を描くようにほうきで筋をつける。静寂の海、宗太が、祖父への追悼として完成させた枯山水庭園だった。よし、これで行く。宗太がうなずいた瞬間、弟子たちの顔が輝いた。親方、これなら世界一取れます。絶対、優勝ですよ。宗太は微笑んだ。石に聞いてみないとな。祖父の口癖だった。一番いい石は、一番働く場所に置け。その意味を、宗太はまだ完全には理解していなかった。コンクール前日、トラックへの積み込みが完了した。龍神石、五葉松、白川砂の袋、小石たち、すべてが、丁寧に固定されている。宗太は、荷台を見上げた。じいちゃん、行ってくる。空に向かってつぶやいた。翌朝、宗太は弟子2人を連れて、会場へ向けて出発した。トラックは、郊外の道を走る。空は、どんよりと曇っていた。親方、雨、大丈夫ですかね。助手席の弟子が、窓の外を見た。屋内会場だ。問題ない。宗太は答えた。しかし、その時だった。ラジオから、緊急ニュースが流れた。現在、千葉県北部で記録的な豪雨が発生しています。1時間に100ミリを超える雨量が観測されており、宗太は、ハンドルを握る手に力を込めた。会場は、千葉県内だった。急ごう。トラックが、速度を上げた。30分後、フロントガラスを、激しい雨が叩き始めた。ワイパーが、狂ったように動く。視界が、ほとんど効かない。親方、これ、大丈夫だ。もうすぐ会場だ。その時、前方に赤いランプが見えた。パトカーだった。警察官が、手を振っている。宗太は、トラックを止めた。窓を開けると、ずぶ濡れの警察官が叫んだ。この先、川が氾濫しかけてる。迂回してください。会場まで、あとどれくらいですか？2キロくらいだが、今は危険だ。宗太は、うなずいた。しかし、その時だった。遠くから、サイレンの音が聞こえてきた。救急車ではない。消防車だ。宗太は、本能的に窓の外を見た。川沿いの方角から、黒煙が上がっていた。
いや、違う。あれは煙ではない。水しぶきだ。親方、弟子が、指をさした。道路の脇から、一人の女性職員が走ってきた。ずぶ濡れで、泣きながら叫んでいる。助けて、老人ホームが、川が溢れて、土のうが足りない。颯太の心臓が、跳ねた。老人ホーム、川の氾濫、土のうがない。颯太は、シートベルトを外した。親方、どうするんですか。現場を見る。颯太は、トラックを降りた。雨が、全身を叩く。職員に導かれ、川沿いの道を走った。養護老人ホーム木漏れ日の裏手、颯太は、息を飲んだ。川が、堤防を越えようとしていた。濁流だった。茶色い水が、轟音を立てて渦巻いている。堤防の一部に、亀裂が走っていた。そこから、水が噴き出している。土のうが30袋しかなくて、全然足りないんです。職員が叫んだ。颯太は、堤防の亀裂を見た。幅は、約2メートル。深さは、1メートル以上ある。土のうでは、とても間に合わない。ホームには、何人いるんですか。35人です。車椅子の方も多くて、避難が。颯太は、振り返った。トラックが、すぐ後ろに止まっていた。荷台には、龍神石がある。五葉松がある。白川砂がある。数千万円の価値。祖父の遺産。世界大会への切符。颯太のすべてが、あそこにあった。しかし、颯太の頭の中で、祖父の声が響いた。一番いい石は、一番働く場所に置け。颯太は、目を閉じた。そして、目を開けた。弟子たち、はい、石を下ろせ。弟子たちの顔が、凍りついた。親方何を、庭を作るぞ。川の中に、颯太は、トラックの荷台へ駆け寄った。固定ロープを解き、クレーンのスイッチを入れる。親方、それ、世界大会に出す石ですよ。いいから下ろせ。命の方が大事だ。颯太の声が、雨音を切り裂いた。弟子たちは、一瞬躊躇した。しかし、颯太の目を見て、動き出した。クレーンが、うなりを上げた。龍神石が、ゆっくりと吊り上げられる。数千万円の名石が、空中に浮かんだ。颯太は、クレーンを操作し、石を堤防の亀裂の真上へ移動させた。行け、龍神石。颯太は、レバーを下ろした。石が、落ちた。重さ、約500キロ。濁流の裂け目へ、一直線に落下する。ドスン、という鈍い音。水しぶきが上がった。龍神石が、川底に沈んだ。亀裂を、半分ほど塞いだ。次、松を持ってこい。颯太が叫んだ。弟子たちは、五葉松をクレーンで吊り上げた。樹齢120年の、美しい松。祖父が、少年時代から育てた宝物。颯太は、それを龍神石の横へ落とした。松の根が、石に絡みつく。枝が、流木のように水流を受け止める。白川砂を土のう袋に詰めろ。急げ。颯太は、自ら袋を掴んだ。白い砂利を、次々と袋に流し込む。そして、それを肩に担ぎ、堤防へ走った。泥水の中へ、膝まで浸かる。土のう袋を、石と松の隙間へ投げ込んだ。一袋、二袋、三袋。弟子たちも、必死に運ぶ。職員たちも、手伝い始めた。小石も使え。全部だ。颯太は、荷台に積んであった小石を次々と川へ投げ込んだ。庭を彩るはずだった。美しい石たち。それらが、濁流の中へ消えていく。10分後、亀裂が、完全に塞がれた。石、木、砂、土のう。不格好だが、力強い壁が出来上がっていた。水位の上昇が、止まった。堤防の向こう側、ホーム側への浸水が、防がれた。颯太は、膝をついた。全身、泥まみれだった。手は、石を運んだ時の裂傷で血が滲んでいた。荷台を見た。空っぽだった。静寂の海は、跡形もなく消えていた。ただ一つ、颯太の手の中に残っていたのは、最後に掴んだ一握りの苔だけだった。鮮やかな緑色の、小さな命。颯太は、それをそっとポケットにしまった。颯太がトラックのエンジンをかけた時、時計は午前11時を指していた。コンクールの最終審査開始は、正午、会場まで、あと2キロ、間に合う。しかし、颯太の全身は泥にまみれていた。作業着は茶色く汚れ、顔には泥の跡が残っている。手の裂傷からは、まだ血が滲んでいた。弟子の一人が言った。親方、着替え、時間がない。颯太は、アクセルを踏んだ。トラックが、雨の中を走り出した。ワールドガーデンエキスポの会場、巨大な屋内ドームだった。
ガラス張りの天井から柔らかい光が降り注いでいる。雨の音はここまで届かない。会場内は別世界だった。世界中から集まったガーデナーたちがそれぞれの展示ブースで最終調整をしていた。フランスのブースには幾何学的に刈り込まれたトピアリーが並んでいる。イタリアのブースには大理石の彫刻と噴水がある。イギリスのブースにはバラのアーチが咲き誇っている。そして最も大きなブースを占めていたのがローズ・マクレランのブースだった。金髪を高く結い上げた40代の女性。白いパンツスーツに身を包み、ワイングラスを片手に持っている。彼女の庭は完備された永遠の楽園と題されていた。コンクリートで固められた地面。そこに幾何学的なパターンで人工芝が敷かれている。樹木はすべてプラスチック製。花も造花だった。しかし、その精巧さは見事だった。本物と見分けがつかないほど美しく作られている。ローズは観客に向かって語っていた。自然は美しい。しかし、自然は管理されなければならない。虫、病気、枯葉、そんな醜いものを私たちの生活空間に持ち込む必要はありません。これが未来の庭です。観客たちが拍手した。審査員の一人がローズに近づいた。素晴らしい。メンテナンスフリーで永遠に美しいままですね。土を触る必要もありません。汚れることもない。完璧でしょう。ローズはワイングラスを傾けた。その時だった。会場の入り口でざわめきが起きた。人々が何かを見て顔をしかめている。ローズも振り返った。そして眉を潜めた。泥だらけの男が会場に入ってきた。ソータだった。作業着は泥で茶色く染まり、靴からは泥水が滴っている。顔には泥の筋が残り、手には血の滲んだ包帯が巻かれていた。何？あれ、作業員？どうやって入ってきたの？観客たちがざわついた。ソータは自分のブースへ向かった。日本ブース。番号札には森影園と書かれている。しかし、そこには何もなかった。ベニヤ板がむき出しの床。何も置かれていない。空っぽのスペース。ソータはそこに立った。審査員長がソータのブースへ近づいてきた。年配の男性だった。あなたが森影園の？はい。ソータはうなずいた。作品はどこですか？ありません。ソータは静かに答えた。審査員長は眉を潜めた。搬入トラブルですか？それとも制作が間に合わなかった？いえ。ソータはポケットに手を入れた。そして一握りの苔を取り出した。鮮やかな緑色。まだ湿っている。ソータはそれをベニヤ板の上にそっと置いた。これが今の僕のすべてです。会場が静まり返った。審査員長は言葉を失った。そしてその沈黙を破ったのはローズの笑い声だった。あはははは。ローズがヒールの音を響かせながら近づいてきた。手にはワイングラスが握られている。彼女はソータの前で立ち止まり、鼻をつまんだ。臭い。ドブネズミが迷い込んだのかしら。あなたの庭はどこ？透明な庭。観客たちからクスクスと笑い声が漏れた。ソータは何も答えなかった。ローズはベニヤ板の上の苔を見下ろした。これが作品？まさかこれを世界大会に出すつもりだったの？ソータは黙っていた。ローズはワイングラスを一気に飲み干し、テーブルに置いた。そしてヒールの先で苔を刺した。ふざけないで。神聖なコンクールを汚さないでちょうだい。そう言って、ローズは苔を踏みにじった。ヒールが苔を押しつぶす。緑色の汁がベニヤ板に広がった。観客たちからまた笑い声が起きた。ソータは膝をついた。そして踏まれた苔を優しく拾い上げた。泥を払う。潰れてしまった部分を指で整える。あなた、本当に庭師なの？ローズが見下ろしながら言った。庭師なら土を触らないで済む方法を知っているはずよ。私を見なさい。この手、見えるでしょう？一度も土を触ったことがない。マニキュアも完璧。これがプロフェッショナルよ。ローズは自分の手をソータの顔の前にかざした。確かに美しい手だった。傷一つない。白い肌。爪には赤いマニキュアが塗られている。ソータは自分の手を見た。泥まみれで裂傷だらけ。爪の間には土が詰まっている。ソータは顔を上げた。そして静かに言った。土を触らずに花は咲きません。ローズの顔が歪んだ。何ですって？僕は
土を触ります。石を運びます。木を植えます。それが、庭師だから。ローズは、鼻で笑った。時代遅れね。ガーデニングは優雅な趣味なの。労働者の汗など、見たくないわ。そう言って、ローズは審査員長に向き直った。審査員長、この男を失格にしてください。作品がない以上、審査の対象外でしょう。審査員長は、困惑した表情でうなずいた。その確かに、作品がないのであれば、それに、この汚れ、会場の品位を下げています。警備員を呼んで、つまみ出してください。ローズは、腕を組んだ。観客たちも、ざわついている。確かに、作品がないのはおかしい。あの汚れ方、異常だよ。何かあったのかな。ソータは、立ち上がった。手の中には、潰れた苔が握られている。ソータは、それをポケットに戻した。すみません。お騒がせしました。ソータは、頭を下げた。そして、ブースを出ようとした。その時だった。会場の後方から、声が響いた。待たれよ。低く、しかし力強い声。会場中の視線が、そちらへ向いた。観客の列が、割れた。そこから、一人の老人が現れた。尺状を手に、今朝をまつわった構想だった。白い髭を蓄え、深いシワの刻まれた顔。しかし、その目は鋭く、澄んでいた。元王門跡、京都御三の一つを束ねる、日本を代表する構想。今回のコンクールに、特別審査員として招かれていた。ローズは、目を見開いた。そして、慌ててひれ伏した。門跡様、このような薄汚い男がご不快な思いを、すぐに警備員を。しかし、元王門跡は、ローズの前を通り過ぎた。そして、ソータの前で立ち止まった。ソータは、門跡を見上げた。門跡は、ソータの目をじっと見つめた。そして、ゆっくりと膝をついた。会場が、凍りついた。門跡が、ソータの足元に額をつけた。ありがとうございます。門跡の声が、静寂の中に響いた。会場中が、息を飲んだ。元王門跡が、ソータの足元に額をつけている。日本を代表する構想が、泥まみれの若者に頭を下げている。ローズは、顔を青ざめさせた。門跡様。何を。門跡は、ゆっくりと顔を上げた。そして、ソータの目を見つめた。あなたの行いを、私は見ておりました。ソータの目が、わずかに見開かれた。老人ホーム木漏れ日。私は今朝、そこへ慰問に訪れておりました。門跡は、立ち上がった。窓から、川の様子を見ておりました。堤防が決壊しかけている。職員たちが必死に土のうを運んでいる。しかし、間に合わない。門跡の声が、会場に響く。そこへ、一台のトラックが到着した。荷台には、美しい石と松が積まれていた。運転していたのは、あなただった。観客たちが、ざわめいた。門跡は、続けた。あなたは、その石を川へ投げ込んだ。松も、砂も、すべてを、濁流の中へ、自らの庭を捧げた。ソータは、何も言わなかった。ただ、静かに立っていた。門跡は、ソータの手を取った。泥と血に汚れた手。この傷は、石を運んだ時のものですね。ソータは、うなずいた。門跡は、ソータの手を両手で包んだ。あなたは、命よりも大切な宝を、見ず知らずの老人たちのために捨てた。これ以上の慈悲が、どこにありましょうか。ローズが、割って入った。門跡様。しかし、ここには作品がありません。ルールです。作品がない以上、審査の対象外です。門跡は、ローズを見た。作品がない。と、あるのは、踏みつぶされた苔だけです。ローズは、ベニヤ板を指さした。その時、会場の端から、別の声が響いた。いや、ある。人々が、振り返った。白髪の老人が、こちらへ歩いてきた。牧野博士、植物学の権威として知られる、60代の学者だった。今回のコンクールで、生態系部門の審査員を務めている。牧野は、ソータの前に立った。そして、ソータの作業着をじっと見た。君の服に付着している泥。ただの泥じゃないね。牧野は、ソータの袖を指さした。これは、川底のヘドロだ。粘土質で、粒子が細かい。そして、これは山の土だ。赤茶色で、腐葉土が混ざっている。牧野は、ソータの手を取った。君の手の傷。これは、重い岩を素手で扱った時の裂傷だ。指の関節にも擦過傷がある。相当な重量物を、長時間運んだ証拠だ。牧野は、ソータの目を見た。君は、この会場に来る前に、
もっと大きな自然と戦ってきたんじゃないか。宗太は何も答えなかった。牧野はベニヤ板の上の苔を見た。踏みつぶされて、形が崩れている。しかし、まだ鮮やかな緑色を保っていた。牧野はしゃがみ込んだ。そして、苔を指先で触れた。これは山苔だ。川辺に生える種類だ。そして、まだ生きている。牧野は苔を手のひらに乗せた。君は、これを川から持ってきたんだね。なぜ？宗太は静かに答えた。これだけが残ったんです。何が残った？僕の庭が。牧野は息を飲んだ。そして立ち上がった。君の庭は川の中にあるんだね。宗太はうなずいた。観客たちがざわめいた。川の中？どういうことを？ローズが笑い飛ばした。馬鹿げてる。川の中に庭を作るなんてありえないわ。それにここはガーデニングコンクールよ。会場に作品を展示するのがルールです。牧野はローズを見た。ローズさん、あなたの庭を見せていただいた。ええ。どうぞ。完璧でしょう？ローズは誇らしげに自分のブースを指さした。牧野はそのブースへ歩いて行った。人工芝、プラスチックの木、造花、すべてが幾何学的に配置されている。牧野はしゃがみ込んだ。そして地面を手で触った。コンクリートだね。ええ。永遠に形が崩れないわ。虫はいないわ。虫なんて汚いだけでしょう。鳥は来ないわ。餌がないもの。牧野は立ち上がった。そしてローズを見た。あなたの庭は死んでいる。ローズの顔がこわばった。何ですって？生物が一つもいない。土がない。水が循環しない。これは庭ではない。ただのディスプレイだ。牧野の声が厳しくなった。庭とは生態系だ。植物があり、虫がいて、鳥が来る。土の中には微生物がいて、水が流れ、風が吹く。命が循環する空間だ。牧野は、宗太のブースへ戻った。彼の庭は、今、川の中で生きている。水を受け止め、命を守り、新しい生態系を作り始めている。牧野は、宗太の手から苔を受け取った。この苔が、その証拠だ。川の中でも、まだ生きている。これが、本物の庭だ。観客たちが、どよめいた。ローズは、顔を真っ赤にした。でも、ルールは、会場に作品がないのは事実でしょう。審査委員長が、困惑した表情で言った。確かに、ルール上は、その時、元王門関が手を挙げた。ルールについて、一つ質問してもよろしいか。審査委員長は、うなずいた。このコンクールの目的は、何ですか？それは世界最高の庭を選ぶことです。では、庭とは何ですか？審査委員長は、言葉に詰まった。門関は、続けた。石を並べることが、庭ですか？花を植えることが、庭ですか？門関は、会場を見回した。違う。庭とは、人の心に平安をもたらす空間のことです。門関は、宗太を見た。彼の行為は、我々の心に何をもたらしましたか？感謝です。尊敬です。そして、深い平安です。門関は手を合わせた。彼が川へ投げ込んだ石時、それは我々老人たちの命を守る結界となった。これ以上のメイテイがどこにありますか？会場が静まり返った。観客の一人が拍手を始めた。それが波のように広がった。会場中が拍手に包まれた。ローズは唇を噛んだ。そして叫んだ。待って、まだ終わってないわ。ローズは自分のブースへ駆け寄った。そして、展示されている花を掴んだ。これを見て。このバラ、完璧でしょう？一年中咲き続けるのよ。枯れることもない。牧野が近づいた。そのバラ、よく見せていただけますか？ローズは、バラを差し出した。牧野は、花びらを指で触った。そして、花を裏返した。茎の根元に、小さなタグがついていた。牧野は、そのタグを読んだ。そして、顔色を変えた。これは遺伝子組み換え植物だ。しかも、未承認の品種だ。会場が、ざわついた。ローズの顔が、青ざめた。牧野は、審査委員長に向き直った。この植物は、国際的に使用が禁止されている品種です。コンクールのルール違反です。審査委員長は、資料を確認した。そして、うなずいた。確かにこれは、明確なルール違反です。審査委員長は、ローズを見た。ローズ・マクレランさん、あなたを失格とします。ローズは、その場に崩れ落ちた。
会場から大きなどよめきが起きた。ローズが失格となった後、会場には奇妙な静寂が流れた。観客たちは、ソータを見ていた。泥だらけの若者、作品のない展示ブース。しかし、その目には、もはや嘲笑はなかった。元王門関が、再び口を開いた。皆様に、真実をお伝えしたい。門関は、尺状を床についた。チリン、と澄んだ音が響く。私は今朝、養護老人ホーム木漏れ日へ慰問に訪れておりました。車椅子の方々と、お茶を飲みながら窓の外を眺めておりました。門関は、目を閉じた。そこで、見たのです。濁流と戦う、この若者の姿を。門関は、目を開けた。トラックから降ろされる。美しい石。それは、月光を浴びたような、神々しい輝きを放っていました。会場の人々が、息を飲んだ。その石を、彼はクレーンで吊り上げ、川の裂け目へ落としました。躊躇はありませんでした。迷いもありませんでした。門関の声が、震えた。次に、松の木が運ばれました。樹齢100年は超えているであろう。立派な五葉松でした。その枝ぶりの美しさは、まるで竜が天へ昇るかのようでした。門関は、ソータを見た。彼は、その松も川へ落としました。そして、白い砂を土のうに詰め、自ら泥水の中へ入っていきました。門関は、両手を合わせた。私は、窓の向こうで、ただ祈ることしかできませんでした。しかし、彼は動いた。老人たちを守るために、自分のすべてを捨てた。会場から、すすり泣く声が聞こえた。審査員の一人が、スマートフォンを取り出した。門関様、確認したいことがあります。審査員は、画面を操作した。今朝、千葉県で発生した川の氾濫について、災害ヘリが現場を撮影しています。その映像が、ニュースサイトにアップされています。審査員は、会場のスクリーンに接続した大きなスクリーンに映像が映し出された。上空から撮影された川の様子。茶色く濁った水が激しく流れている。そして堤防の一部に何かが積まれていた。石だった。大きな灰色の石が川底に沈んでいる。その周りに松の木が絡みついている。さらに白い砂の入った土のうが隙間を埋めている。不格好だった。美しくはなかった。しかし、力強かった。水流が、その石組みにぶつかり、左右に分かれている。堤防の向こう側、老人ホーム側への浸水が、完全に防がれていた。会場が、どよめいた。牧野が、スクリーンを指さした。これだ。これが、彼の庭だ。牧野は、興奮した様子で続けた。見てください。石の配置、水流を計算して、最も力が分散する位置に置かれている。松の根が石と土をつないでいる。そして砂が隙間を完全に塞いでいる。牧野はソータを見た。これは即興で作られたとは思えない。長年の経験と自然への深い理解がなければできない技だ。元王門関がうなずいた。その通りです。日本庭園の神髄は自然と戦うことではありません。自然を受け流し共生することです。門関はスクリーンを見た。彼の石組みは濁流を真正面から受け止めていません。水を左右へ誘導し、力を逃がしている。これこそが究極の石組みです。門関は会場を見回した。庭とは美しさを競うものではありません。命を守る結界です。人と自然の間に立ち、両者を調和させる空間です。門関はソータの前に立った。あなたの祖父は立派な方だったのでしょう。ソータはうなずいた。はい、祖父はいつも言っていました。一番いい石は、一番働く場所に置けと。門関は、微笑んだ。あなたは、その教えを完璧に実践しましたね。ソータは、うつむいた。でも、祖父が集めた石を、失ってしまいました。門関は、ソータの肩に手を置いた。失った？いいえ、あなたは石を正しい場所に置いたのです。あの石は、今、最も働いています。門関は、スクリーンを指さした。あの石は、もう動きません。川の一部となり、永遠にあの場所で命を守り続けます。これ以上の栄誉が、石にありましょうか。ソータの目から、涙が溢れた。初めて、ソータの表情が崩れた。じいちゃん、ソータは、声を詰まらせた。門関は、ソータを抱きしめた。よく頑張りましたね。会場中が、拍手に包まれた。観客たちが、立ち上がった。スタンディングオベーション。
世界中から集まったガーデナーたちが、ソータに拍手を送っている。フランスのガーデナーが涙を流していた。イタリアのガーデナーが胸に手を当てていた。イギリスのガーデナーが深く頭を下げていた。審査員長が前に出た。本日のコンクールは異例の事態となりました。審査員長は資料を閉じた。優勝者を決定することはできません。なぜなら我々が審査すべき作品はこの会場にはないからです。審査員長はソータを見た。しかし本日我々は真の庭師を目撃しました。審査員長は一枚の証書を取り出した。森影園、ソータさん、あなたにグランドマスター・オブ・ネイチャーの称号を贈ります。会場が再び拍手に包まれた。ソータは呆然としていた。審査員長がソータの手を取った。泥と血に汚れた手。しかし審査員長は躊躇せず、その手を両手で握った。あなたは我々に庭の本質を思い出させてくれました。ありがとうございます。次々とガーデナーたちがソータに近づいてきた。皆、ソータの手を握った。泥で汚れることを誰も気にしなかった。フランスのガーデナーが言った。私は美しさだけを追求していました。でも、あなたを見て庭の本当の意味を知りました。イタリアのガーデナーが言った。石に命があることを忘れていました。あなたの石は今も生きている。イギリスのガーデナーが言った。帰国したら庭を作り直します。虫も鳥も来る。本物の庭を。ソータは一人一人に頭を下げた。ありがとうございます。その時、会場の入り口でまた騒ぎが起きた。人々が道を開ける。そこから車椅子に乗った老人たちが入ってきた。老人ホーム木漏れ日の入居者たちだった。職員に押されて会場へ入ってくる。先頭の老人がソータを見つけた。あんたか。石を投げ込んでくれたのは。老人は車椅子から身を乗り出した。わしらを助けてくれたんじゃな。ソータは駆け寄った。いえ、当然のことを。当然じゃない。老人はソータの手を握った。あんたは大事な石を捨ててわしらを守ってくれた。一生忘れん。他の老人たちも口々に言った。ありがとう。本当にありがとう。命の恩人じゃ。ソータは涙を拭いた。そして笑顔で答えた。石が喜んでいると思います。人を守れて。老人たちも笑った。元王門跡がその様子を静かに見守っていた。老人ホームの入居者たちとの再会の後、会場には温かい空気が流れていた。審査員長がマイクを手に取った。皆様、本日のコンクールはこれにて終了とさせていただきます。会場が静かになった。本来であれば優勝者を発表し、トロフィーを授与する予定でした。しかし、本日我々が目撃したものは、トロフィーなどでは測れないものでした。審査員長は、ソータを見た。ソータさん、あなたの行いは、世界中の庭師たちの心に、永遠に刻まれるでしょう。拍手が、再び起きた。牧野博士が、ソータに近づいた。ソータさん、一つ聞いてもいいですか。はい、あの石を川へ投げ込むとき、迷いはなかったですか。ソータは、少し考えた。迷いました。ソータは、正直に答えた。あの石は、祖父が30年かけて探し出したものです。この世に二つとない奇跡の石でした。ソータは手を見た。松も祖父が少年の頃から育てていました。僕が生まれる前からある木でした。牧野はうなずいた。それを捨てた。捨てたわけじゃありません。ソータは顔を上げた。正しい場所に置いただけです。牧野は微笑んだ。おじいさんは何と言っていましたか。一番いい石は一番働く場所に置け。と、あなたは、それを実践したんですね。ソータは、うなずいた。祖父は、きっと怒らないと思います。むしろ、喜んでいると思います。牧野は、ソータの肩を叩いた。素晴らしい。あなたは、おじいさんの教えを、完璧に理解していた。その時、会場の隅で、ローズが一人座っていた。彼女は、うつむいたまま動かなかった。失格、キャリアの終わり。すべてを失った。元王門跡が、ローズに近づいた。ローズさん。ローズは、顔を上げた。目は赤く腫れていた。門跡様、私は、間違っていたんでしょうか。門跡は、ローズの隣に座った。何が間違いだったと思いますか。自然を、コントロールしようとしたこと。ローズは、震える声で言った。私は、自然が嫌いでした。虫も、
土も、枯葉も、すべてが汚く見えました。門跡は、静かに聞いていた。だから、人工的なものだけで庭を作ろうとしました。永遠に美しく、永遠に完璧な庭を、ローズは、顔を手で覆った。でも、それは庭じゃなかった。ただのディスプレイだった。門跡は、ローズの手を取った。気づけたなら、それでいいのです。ローズは、門跡を見た。でも、私は失格です。もう、庭師として、終わりではありません。始まりです。門跡は、優しく言った。あなたは今日、本物の庭を見ました。本物の庭師を見ました。そして、庭の本質を知りました。門跡は、立ち上がった。これから、あなたは本当の庭を作ることができる。土に触れ、虫と共生し、自然を受け入れる庭を、ローズは、涙を拭いた。そして、小さくうなずいた。日が傾き始めた頃、ソータは会場を出ようとしていた。弟子たちが、トラックの前で待っていた。親方、お疲れ様でした。あ、ソータは、トラックの荷台を見た。空っぽだった。行きは、美しい石と松で満たされていた。帰りは、何もない。しかし、ソータの心は、満たされていた。親方、弟子の一人が、スマートフォンを見せた。ニュースになってます。親方の石組み、画面には、川の映像が映っていた。そして、見出しには、こう書かれていた。命を守った奇跡の石庭世界が称賛する日本の庭師、ソータは、画面を見た。記事には、こう書かれていた。世界ガーデニングエキスポで、日本の若き庭師が起こした奇跡。彼は、数千万円の価値がある庭を、見ず知らずの老人たちのために捨てた。いや、捨てたのではない。正しい場所に置いたのだ。彼の石は今、川の中で永遠に命を守り続ける。ソータは、スマートフォンを返した。行こう。ソータは、トラックに乗り込んだ。エンジンをかける。しかし、その時だった。老人ホームの職員が、走ってきた。ソータさん、待ってください。ソータは、窓を開けた。はい、理事長が、お話があるそうです。少しだけ、時間をいただけませんか。ソータは、うなずいた。老人ホームの応接室、理事長が、ソータを迎えた。60代の、穏やかな表情の女性だった。ソータさん、本当にありがとうございました。理事長は、深く頭を下げた。いえ、当然のことを、当然ではありません。理事長は、顔を上げた。あなたは、大切なものを犠牲にして、私たちを守ってくださいました。理事長は、一枚の書類を取り出した。お願いがあります。あの石と松を、このまま私たちに譲っていただけませんか。ソータは、目を見開いた。理事長は、続けた。堤防の修復工事が、来週から始まります。普通なら、あの石と松は撤去されます。でも、私たちは残したいんです。残す？はい。中庭に移設して、記念碑として残したいんです。理事長は、窓の外を指さした。ここの入居者は、皆、あなたに感謝しています。あの石と松を見るたびに、命を守ってくれた恩を思い出すでしょう。ソータは、窓の外を見た。中庭には、小さな花壇があった。寂しげな空間だった。そして、もう一つお願いがあります。はい。中庭の庭師を、引き受けていただけませんか。ソータは、理事長を見た。あなたに、ここの庭を作ってほしいんです。入居者の方々が、毎日眺めて楽しめる庭を、ソータは、少し考えた。そして、うなずいた。喜んで、理事長の顔が、輝いた。ありがとうございます。ソータは、窓の外を見た。龍神石が、ここに来る。祖父の松が、ここに来る。そして、新しい庭が生まれる。命を守った石時が、今度は心を癒す庭になる。ソータは、微笑んだ。じいちゃん、これでよかったんだよな。心の中で、つぶやいた。3ヶ月後、秋の日差しが、養護老人ホーム木漏れ日の中庭に降り注いでいた。川は、穏やかに流れていた。あの日の濁流は、嘘のように静かになっている。堤防は、完全に修復されていた。コンクリートで補強され、新しい護岸が整備されている。しかし、中庭には、あの日の記憶が残っていた。中央に、大きな灰色の石が据えられていた。龍神石、川底から引き上げられ、この場所に移設された石だった。表面には、濁流に削られた跡が残っている。以前よりも、角が丸くなっていた。しかし、その佇まいには、言葉にできない風格があった。龍神石の隣には、五葉松が植えられていた。
樹齢120年を超える老木、枝の一部は、流木との衝突で折れていた。幹には、深い傷跡が残っている。それでも、松は生きていた。新しい芽が、枝の先に芽吹いていた。傷ついたからこそ、より強く、より美しく見えた。石の周りには、小さな石が配置されていた。あの日、川へ投げ込まれた石たちだった。すべて、回収され、ここに集められた。そして、石と石の間には、苔が広がっていた。鮮やかな緑色。あの日、宗太が最後まで握りしめていた。一つかみの苔。それが、ここで根付き、広がっていた。縁側に、車椅子が並んでいた。老人たちが、庭を眺めていた。この石が、わしらを守ってくれたんじゃな。一人の老人が、つぶやいた。あの日は、本当に怖かった。水の音が、どんどん大きくなって。でも、あの若い庭師さんが来てくれた。石を投げ込んで、水を止めてくれた。老人たちは、口々に話した。その時、庭の奥から、宗太が現れた。作業着姿で、剪定ばさみを手にしている。皆さん、こんにちは。宗太は、笑顔で手を振った。お、宗太さん。老人たちが、声を上げた。今日も庭の手入れか。ありがとうな。宗太は、縁側に近づいた。松の枝を、少し整えました。来年の春には、もっと芽が出ると思います。楽しみじゃな。老人の一人が、笑った。宗太は、龍神石に近づいた。石の表面を、手で撫でる。冷たい感触。しかし、どこか暖かい。よく頑張ったな。宗太は、石に囁いた。その時、庭の入り口から、白髪の老人が入ってきた。牧野博士だった。彼も、作業着を着ている。手には、土の入ったバケツを持っていた。宗太さん、土を持ってきました。ありがとうございます。師匠、宗太は、牧野に頭を下げた。牧野は、コンクールの後、大学を定年退職した。そして、宗太に弟子入りを申し出たのだった。60年間、植物を研究してきました。でも、植物に触れることを忘れていました。牧野は、そう言って笑った。宗太さんから、学び直したいんです。宗太は、最初は驚いた。しかし、牧野の真剣な目を見て、受け入れた。今では、二人で毎週、この庭の手入れをしている。師匠、苔の様子はどうですか？素晴らしいですよ。完全に根付いています。牧野は、しゃがみ込んで苔を観察した。この苔、踏まれても、流されても、生き延びましたね。はい、強い苔です。宗太も、しゃがんだ。苔の絨毯が、石の周りを覆っている。柔らかく、鮮やかな緑。来年の春には、もっと広がるでしょう。牧野は、立ち上がった。この庭、素晴らしいですよ。石があり、木があり、苔がある。そして、虫が来て、鳥が来る。牧野は、空を見上げた。松の枝に、小鳥が止まっていた。完璧な生態系です。宗太は、庭全体を見渡した。龍神石を中心に、小さな石が配置されている。五葉松が、優雅な影を落としている。苔が、地面を覆っている。そして、その間に、小さな花が咲いていた。野の花だった。誰が植えたわけでもない。自然に、芽吹いた花。宗太は、その花を見つめた。じいちゃん。宗太は、空に向かってつぶやいた。石が笑ってるよ。いい庭になったな。風が吹いた。松の枝が、そよぐ。外れの音が、優しく響く。まるで、祖父が返事をしているかのようだった。縁側の老人の一人が、孫を連れてやってきた。小学生くらいの男の子だった。おじいちゃん、この石、大きいね。そうじゃ、この石が、おじいちゃんたちを守ってくれたんじゃ。どうやって？男の子は、目を輝かせた。老人は、あの日のことを話し始めた。大雨の日、川が溢れそうになったこと。若い庭師が、大切な石を川へ投げ込んだこと。男の子は、真剣に聞いていた。その庭師さん、すごいね。ああ、すごい人じゃ。老人は、宗太を指さした。あの人じゃよ。男の子は、宗太を見た。宗太は、苔に水をやっていた。優しく、丁寧に、まるで、命あるものに接するように、男の子は、宗太に駆け寄った。おじさん。宗太は、振り返った。おじさん、庭師さんなの？あ、そうだよ。かっこいい。僕も、庭師になりたい。男の子の目が、輝いていた。宗太は、しゃがんで男の子と目線を合わせた。庭師はね、土を触る仕事だよ。手が汚れるし、虫もいる。
平気。男の子は元気に答えた。宗太は笑った。じゃあ、石に触ってごらん。宗太は男の子を龍神石へ導いた。男の子は石に手を当てた。冷たい。でも、よく触ってごらん。男の子はもう一度石を触った。今度は両手でゆっくりとあったかい気がする。そう、石は生きてるんだ。宗太は石を撫でた。この石は人を守った。だから暖かいんだ。男の子は目を輝かせた。石って生きてるの？あ、木も苔も土も全部生きてる。宗太は庭を見渡した。庭師の仕事はね、生き物たちが幸せに暮らせる場所を作ることなんだ。男の子はうなずいた。わかった。僕、庭師になる。宗太は男の子の頭を撫でた。頑張れ。夕暮れが近づいていた。秋の日が庭を赤く染めている。龍神石が夕日を浴びて輝いていた。五葉松の影が長く伸びている。苔の緑がより深い色になっている。老人たちは縁側でお茶を飲んでいた。牧野はノートに庭の観察記録を書いていた。宗太は道具を片付けていた。庭は静かだった。しかし、命に満ちていた。土の中では微生物が働いている。苔の間には小さな虫が住んでいる。松の枝には鳥ガスを作り始めている。すべてが循環している。すべてが生きている。宗太は最後にもう一度龍神石に手を当てた。ありがとう。お疲れ様。石は何も答えなかった。ただ、そこにあった。どっしりと力強く、これから先もずっと。宗太は庭を出た。振り返ると夕日に照らされた庭が見えた。石と木と苔の庭。命を守り、心を癒す庭。宗太のすべてがここにあった。人を救うために庭を捧げた若き庭師と、それに応えた龍神石。美しい枯山水は姿を変えましたが、あの日救われた命と宗太の優しさは、これからも老人ホームの中庭で語り継がれていくことでしょう。そして、石は今も笑っています。最も働く場所で、最も大切な仕事をしながら、この物語を最後まで見てくださった皆様、本当にありがとうございました。少しでも心に残った、感動したと思っていただけたら、高評価ボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。皆様の人生にも、龍神石のように、正しい場所で輝ける瞬間が訪れますように、また次の動画でお会いしましょう。